やっほーみーちゃんです。今日は仕事について、その中でも特に、ジャパレスに絞って話をしていきたいと思います。よくワーホリ行ってジャパレスで働くっていうのがすごく悪いイメージだったり、ジャパレスの闇とかって言って結構悪い印象を持たれてる方も多いと思うんですけれども、今回は私が実際に働いてみて、良かった点、メリットについて話していきたいと思います。結構ね、いい情報になるんじゃないかなと思うので、最後まで、見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録してない方はぜひお願いします。これから、ワーホリのこととか海外移住について、発信してますのでよろしくお願いします。それではまずもう早速いきましょう。メリットまず1、お客さんと仲良くなりやすい。日本食ならではで、来るお客さんも日本食が大好きな方だったり、日本に興味ある方が多いので、そういう方たちと簡単に、話すことができるし、仲良くもなりやすいです。そう、やっぱり共通点があると、すごく、話がしやすいと思いますし、で今後仕事だけではなくすごく仲良くなれ、プライベートでも仲良くなれるっていう可能性もあるので、例えばその後の仕事だったりとか、それとも例えば日本に帰国した場合でも、その方たちがね日本に訪れる時に案内とかまた遊んだりとかできるのって、ここに住んでる時以外にもつながれるって素晴らしいじゃないですか。だからそういう、お客さんと仲良くなりやすい、話しやすく仲良くなりやすいっていう点がまず1つ目のメリットです。で2つ目、働いてる場所が、観光地であればチップをくれます。ちなみに私は、ニュージーランドのオークランドの観光地エリアでジャパレスのウェイトレスとして働いています。それで今はねちょっと9月でまだシーズンじゃないんですけれども、夏とかすごく人がいっぱいいろんな国から来るんですけど、ニュージーランドはチップ制度っていうのは特にないです。義務で払わなければならないとかっていうのはないんですけど、観光客で来る方は、話して仲良くなってくれる場合もあります。もちろん店によってねそれが受け取れるか受け取れないかわからないんですけど、私一番良かった時で、その方はアメリカの家族だったんですけど、日本に行ったことがあるっていう話してて、でいろいろ話して、乾杯のことを今は KP って言うんだよとかって言ってKP とかって言って仲良くなったんですけど、その方が、帰り際に、通常カードで払うんですけど、キャッシュで私に$100くれて、しかも USD なんでニュージーランドよりもすごく高い。まだ換金はしてないんですけど、すごくないですか？そういうね機会とか結構あるので、観光地はすごくおすすめですね。でその次、まかないが日本食だから日本食恋しくならなくて済むのと、あと節約にもなる。結構ねこれは大きいですよ。もし日本食が食べれないってなると結構きついと思います。自炊すれば大丈夫だとは思うんですけど、でもレストランでね日本食食べれるっていうのはすごくありがたいですし、何よりねニュージーランドは食費がすごく高いので、例えば外食したらもうねすぐに
お金なくなってしまうので、そういう面ではすごく節約できていると思います。これはね、例えばレストランであればどこも基本はまかないもらえると思うんですけど、日本食っていうのがポイントと、あとこっちだとバリスタとかあってカフェとかで働く方とかいると思うんですけど、そういう方たちは本当にコーヒーだけだとまかないとかはないと思うので、そういう面でレストランで働くっていうのはすごくメリットだと思います。ウェイトレスであれば英語力が伸びる。日本食レストランだと英語力が伸びないっていう方もいると思うんですけど、それは結局自分次第だなって思いますね。私も、入った時に比べて、リスニング力、スピーキング力もですけど自分自身で上がったなって思ってます。自分から積極的にお客さんとコミュニケーションを取ろうとしてるので、ただの、オーダーとかだけの話じゃなくて、ちょっとした世間話とか自分からやってみたらいいんじゃないかなと思います。逆に言うと、英語力がなくても働けるっていうところですね。その店にはよるかと思うんですけど、例えばキッチンとかだともう全くお客さんと関わるっていうのがほぼないので、もう英語力に自信がないっていう方はね、そういうところでもジャパレスなら働けると思うので、結局生活するではお金が必要なので、働けるってことだけでいいと思います。日本人コミュニティを作りやすい。やっぱりね、ジャパレスなんで日本人の方が多いと思うんですけど、逆にね、いい意味で日本人のコミュニティを作れますし、私が一番驚いたのは、私は関東出身なんですけど、あんまり関西とか東北の人と出会うことってなかったんですよ。なんで、いろんな、ね、日本各地から友達ができるっていうのは、海外にここに来なかったらできなかったことだなって思うし、同じ英語に興味があるとか、そういうのでつながれるのってとても素晴らしいなって思ったし、逆に日本に帰った時にも、つながれるので素晴らしいことだなって思いました。やっぱり日本人だけしかいないから日本語を使っちゃうから嫌だっていうのは確かにあるかもしれないんですけど、別にね、それは仕事でお客さんとは英語だし、その従業員とか日本だとしても、例えばプライベートの時間をネイティブとか日本人じゃない人と過ごすっていうことができたら、別にそれはいいんじゃないかなって思っています。はい。で、次、これが最後ですね。ワークビザサポートがある。これもレストランによっては違うと思うんですけど、例えば永住権を目指している人であれば、これはすごく大きいことじゃないかなと思います。なぜかというと、大体ローカルのお店とかっていうのは基本もう永住権とか市民権持ってる方がベースで、求人を募集したりしてるので、例えばワークビザ、会社によって本当に違うんですけど、そういう日本食のところであれば、その上の方たちもそうして永住権取ったりしたりしてるので、そういう可能性が高いと思いますね。今ビザの条件とかも厳しくなってるので、それは事前に確認してから、いろいろやった方がいいとは思うんですけれども、そういうのも結構サポートをしてくれるところが多いなっていう印象ですね。はい、そんな感じで、以上がメリットです。もちろんね、デメリットもあるとは思うんですけど、海外に住んだことない方とか、まずはとりあえず働いてみようっていう方は、全然ありなんじゃないかなって思います。この後にね、ジャパレスを経験した後に違う仕事に就くっていうのもありだし、私が伝えたかったのは、こう流れてる情報よりも実際全然いいよっていうこと
だし、なんか安心してくださいっていうことですね。なんでまあ最低限、最低賃金以下とかキャッシュジョブ、手渡しで、お金を払われるとか以外であれば、挑戦してみるのもありなんじゃないかなと思います。はい、以上で今日のトピックは終わりです。もし何かまた質問があれば、コメントお待ちしてます。では見てくれてありがとうございます。今仕事探しいろいろ大変だと思うんですけれども、もう少しで夏なのでね、仕事も増えてきているかなっていう印象です。皆さん、無理せず頑張りましょう。それではまたね。